はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに映っているのはこのね、丘が見えてると思うんですけども、今ね私たちがいるのはパリの19区そして20区のちょうど中間あたりにおります。はい、これからね私たちが見ていくのはパリの、北東にあるベルビルという非常に広大な地域なんですけど、このねベルビルの丘を下りながらベルビルの魅力をね、私フランスガイド中村とイメージクリエイターのこうですで一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあそれではね早速ね行きましょう。このベルビルという界隈はですねストリートアートで有名な場所でもあるんですね。ということでね早速皆さんあちらをご覧ください。はい。いきなりねストリートアートのピクセルアートと言われているんですが、ピクセルアートの第一人者であるインベーダーの作品が見えてきました。あれ何ですか？あれはサムスですよ。サムスって何？サムスは、メトロイドの主人公。ゲームか。はい。天下の任天堂さんの。天下の任天堂。じゃあ渡っていきましょう。渡りましょう。それでは皆さん。オニバ。さあ行きましょう。オニバっていうのはね、さあ行きましょうっていうものなんですけど、はい。このピクセルアートって言って、ファミコンですね。ファミコンは初め画像がすごい荒かったじゃないですか。僕たちのね小学生の時とかはこんな感じでしたよね。でこれでですねこのピクセルアートっていうピクセルで、非常にね荒い、その映像っていうのはいわゆるモザイクと非常に合致するということでインベーダーっていう人がねああいうアートを作っています。さあ今ね私たちの目の前には地下鉄の駅見えてきましたね。11番線のピレネという駅でございます。ピレネ、はい、ピレネといえば山脈のピレネ山脈のピレネですね。そのままちょっと渡っていきましょう。はい。一番初めね私たちがいた、場所ですね。今ね私たちがこれ行こうとしているのがベルビル通りといってずっと坂になっているんですが、ベルビル通りからぐっと反対を回って向こう側にある道がピレネー通りといって、これずっと続いてるんですね。ピレネー先ほど言ったように山脈でしょ。なんで山脈の名前がついてるんですか？なんで山脈の名前がついてるんですか？そうその通り。いい質問ですね。ベルビルって丘になっていて、今ね私たちがいるのがちょうど丘の上なんですよ。丘の上だからねこれからねパリ一望できますなんと。そしてその丘の上にずっと長く続いている道なので山脈みたいじゃないですか。ですからねピレネー山脈のようだということでピレネという名前がついております。さあイメージクリエイターのコウさんが笑っておりますが、はい、見えますか？はい、ここからですね実はエッフェル塔が見えるんですね。はい、今ねイメージクリエイターのコウさんが狙いに行きます。どうですか？なんかねすごい霧が出てぼんやりとしか見えないんですが、あそこにねドンと見えますかね？僕にも見えますよ。僕にも見えますが、これ画面上では難しいかもしれないね。すごく小さいんですよね。今ちょうど真ん中にいます。もう薄い薄いですが、これがパリを代表するエッフェル塔ですか？はい、エッフェル塔がねここから見えるんですよ。ですから私たちすごい高台にいるっていうことが分かりますよね。モンマルトルとねほぼね同じ高さぐらいある丘なんですよベルビルっていうのは。けどもこっちの方があまり高く見えないのはここね非常に緩やかに坂になっているからなんですよね。で中村さん、僕ね、ここ学生時代よく来てたんですけど、ここはね結構フォトジェニックスポットなんですよ。そうなんですか。なんでかっていうと、今見えづらいのですが、エッフェル塔があるのと、ちょっとこの左側の建物、綺麗じゃないですか。もう目の前に広がるこの建物です。住宅街みたいな感じの、この建物が段々状にこう登っていって煙突も見えて、これね夕方とかにここ来るとすごい綺麗なんですよね。じゃあ夕方やればよかったね。いや今日ちょっとね曇り気味なので、中村さん用事あるんでしょ夕方。そうね。そのせい？はい。なるほどね。ということで、ここはすごいフォトジェニックスポットなので。オッケー。ちょっとねここもう渡っちゃおうか。このまま。はい。気をつけて。このまま渡っていきましょう。
でここからね今ベルビル通りっていうところを歩っています。今私たちのいる側はパリの20区、そして向こう側に、道のね向こう側にあるのはパリの19区でございます。パリの20区と19区をちょうどね真っ二つに割るようにして通っているのが今、ね、私たちの目の前に見えているベルビル通りですね。そしてここはね非常に市民的な界隈、庶民的な界隈として知られているところで、店の感情見てもすごいごちゃごちゃごちゃっとしている感じがあるでしょ。はい、今でもここは非常にカフチエポピュレーといって、そこまでね物価が高くない人で、物価がすごい安くてそこまで家賃も高くないっていうような非常に庶民的な界隈として知られているところでございます。そしてかつてはねもっと家賃が低くてですね、本当にこんなところに住んで大丈夫なのっていうような界隈でもあったんですね。そしてそんなところで生まれた伝説の歌姫と言われる人がいるんですね。まさにね伝説によるとですよ、この路地の段差のところで生まれたと言われてるんですね。ここで、本当に病院じゃないのって感じはするんですが、これ一つの伝説なんですがね、はい、この路地のこのまさにねこのステップの上で生まれたと言われる歌姫は誰かというとですね、はい、こちらの人なんです。この方ですね。皆さん分かります？はい、この人ですね。はい、この人はここにね名前がありますけど、エディット・ピアフ。はい、エディット・ピアフはまさにこのベルビルという下町で生まれた人物で、本当はねそのフーデラシンヌって言って中国通りにある病院の産婦人科で生まれたんじゃないかとは言われているんですけど、彼女がねその自分の伝記とかねいろんなインタビューの中で私はこのステップの上で生まれたのよっていうふうに言っています。はい、このね上見てください。はい、パネルがあります。はい、読んでみるよ。sur les marches de cette maison。この家のマクシュというのは段差のところで1915年12月19日に亡き生まれました。そして下にはエディット・ピアフって書いてあるよね。dont la voix plus tard devait bouleverser le monde。その彼女の声はその後世界を驚嘆させることになったと書いてありますけど、面白いのはねエディット・ピアフのすぐ上「dans le plus grand dénuement」と書いてあります。デニモンというのは貧困ということなんですね。彼女はねこの下町に生まれ、そしてさらに彼女は非常に貧しい家庭に生まれてるんです。お父さんはねコントクショニストといって軟体人間っていうのかな、つまり、大道芸人のお父さんだったんですね。でお母さんはもうすぐ彼女を若い時に捨ててしまうような、ちょっと歌手だったんですけども、ですからねそういう非常に貧困の中で彼女はその貧困の中でも歌をね歌いながら大スターになっていきます。さあ彼女ねどんな歌を歌ったのかというと、ここにねこれストリートアートなんですけども、アトミックネーションというねストリートアーティストですね、オルゴールがあるんですよ。回してみるよ。わかる？そうこれはですねラビ・オン・ホーズバラ色の人生という彼女の一番有名な歌ですね。はい、それがここにストリートアートとして、オルゴールとしてね、彼女の永遠のなんていうのかな、イメージとしてそこに音楽とともにオマージュが捧げられているっていう感じですね。はい、こんな感じでね、エディット・ピアフはこのベルビルというね街、常に親近感を感じながら彼女は大スターになっていく。エディット・ピアフという人はですね非常にプライベートな人生は非常に辛い人生を歩んだとも言われていてですね、例えばお父さんが大道芸人で、お母さんはすぐ、どっか行っちゃうんですよね。ですから自分一人で、生活しなければいけなくなって、でそのお母さん方のまずおばあちゃんに預けられたり、そしてお父さん方のおばあちゃんに預けられたりっていう転々をしていたんですが、お父さんが戦後、彼女を引き取って、そして、大道芸に連れていくんですよね。で彼が大道芸をしている時にエディット・ピアフは、その道端で
歌って、そしてその歌声によってすでにそこを聴いている人たちを、すごい感動させていくわけです。ですからまさにね、私の学校はこの街並みだったと言われるように、本当に大道芸人のお父さんと一緒にこの街でストリートアーティストとしてですね、彼女は、自分のキャリアをスタートさせていくっていう感じなんですね。はい、で今ね、目の前にこんな本屋が出てきましたよ。このル・ジェニ・ウルバンという名前の本屋なんだけども、ちょうどねその上にですね、これまたストリートアートがあったりします。はい、それではね、ここ進んでいきましょう。そうするとね、今度右手見てください。ちょっとごめんなさいね、いろいろとキョロキョロさせちゃって。はい、この右手にね、プチラビオリっていうお店が出てきましたけど、ここ知ってますよ。知ってるでしょ。はい、ここからね、中華街入っていくんですよね。そう、ここベルビルっていうところは先ほどすごい貧しい界隈っていう話を、庶民的な界隈という話をしたんだけども、やっぱりそうすると移民とかが入りやすい界隈ではあったんですよね。ここ美味しいんですよ。ここ僕も行ったことあります。これ新しくなりましたね、店ね。そうですね、綺麗になって、もっと古かったんですけど、今こういう風に新しくなって安いんですよね、物価がね。いやもう学生時代はね、そうそう、お世話になりました。学生時代はね、やっぱこういうのじゃないと食べられないよっていう。日本食はね、やっぱ高いんですよね。そう、高いですね。だけど中華料理はお手軽価格で食べれるし、美味しいし。ね、アジア食がね食べたくなった旅行者の方もね、もうこの辺ですよね。みんなこの辺に来るって感じで、2割3割安いって感覚ですかね。そうですね。でも本当に10ユーロもあればお腹いっぱい食べれるお店が多くってで、安いし美味しいし、その中華街的なねものがここにずらーっと並んでいるんですけど、カフェも安いね。カフェも安い、けどちょっとずつ物価上がってきましたね。確かに、あんまり変わんないような感じになってきた。さあ、そしてね、ここにまたストリートアートを代表するようなね大きな壁画があります。これはベルビルの中でも最も古い壁画なんだけどね、どうしようか、この右側からいきましょうか。はい、こちらもダンディーなで1960年代70年代っていう感じのなんかそのフィルムノワールって感じがしますけど、そこのね探偵みたいな人がねいますけど、ちょっと上の方はプチジューナルみたいなものがねコラージュしてあって、ちょっとピカソの絵画を思わせる感じになってますよね。で、彼がなんか右手に持ってるじゃないですか。右手になんか十字架？そう、十字架。十字架ってフランス語で何て言います？ラクロワ。ラクロワって言うんですよ。で、なんでかっていうと、これいろんな説があるかもしれないんだけども、このね脇道入るとジュリアン・ラクロワっていう、ここの一帯のかつて持っていた所有者の名前の道があるんですよね。だからあそこにコアがあるんじゃないかっていう。彼はジュリアン・ラクロワさんなんですか？いや、多分違うと思う。そのイメージとしてはなんかその60年代70年代の探偵が何か調べてるっていうイメージだと思いますけど。大きい壁画ですね。大きい壁画、これね80年代かな、1980年代に描かれた壁画らしいですね。でね、こっちにももう一つストリートアートがあって、なんかこれ立体的な。そうなんですよ。これは今この看板を上の人と下の人で何かその設置しているっていう一つのアートになっているんですよね。で、イルフォスメフィエデモって書いてあります。言葉を疑え、信用しちゃいけないよっていうことなんだけど、そこにねベンって書いてありますよね。ベン93年と書いてありますけども、ベンっていう人がこういう、ちょっと詩人みたいな人なんですが、なんていうのかな、この筆記体で言葉を書いて表現するっていうようなアーティストなんですよ。で、この人はいろんな言葉をですね、例えばノートだとか手帳だとかそういうところにたくさん書いて商品化しているアーティストですね。ベンっていう人です。これもしかしたら僕ね、ニースに行った時に、ニースの近代美術館で、彼の作品見たかもしれない。もうね、美術館とかに入ってる人みたいですよ。で、確かね、南仏の方で自分のカフェを持ってるはず。じゃあやっぱり南仏と関わりがあるのかな。そうそう。で、そのカフェっていうのはどんな感じかっていうと、
まさにねコラージュをしているカフェなんですよ。コラージュしてる、でここね今ねプラストゥフェレールっていうところに入ってきたんですが、ここの空き地、これ今ではねちょっとしたアートスペースっていうのかな、かつてね私たち地下鉄のピレネっていう駅で11番線通っていましたが、その11番線の工事をしている時にここはね大きな空き地としてかなりね柄の悪い界隈だったみたいです。麻薬の売買が行われたりね、なんかそういうちょっと怖い界隈だったんだけども、その界隈を再開発するにあたってこういうふうにね今ではちょっと菜園っぽくなってるんですよね。でこれ住民の人たちがちょっとした庭いじりをできるようにっていうふうにしたもので、ここはやっぱりアートと関わり合いがあるっていうことでね、こういうふうにねその一角は自分たちの思い思いのものをコラージュするっていうようなね感じになってるんですよ。これだからシンセサイザーなのかな、これ下はなんか鍵盤みたいになってるでしょ。でなんかここにはねなんか筆を持ってる腕みたいなのがガツンとくっついてたり、でその下これまたね、ほらアトミックネーションって言ってオルゴールありますね。これ何の曲だろう。これ何の曲なんだろう。一応ねここの下に QR コードっていうの、それがついていて、それを照らすとここのオルゴールを設置した歌がね出てきたりするんですけど、このね場所に合った歌なんかを選曲しているんですよね。これは何なんだろうな。DJ って書いてあります。DJ って書いてある？ DJ。じゃあなんかの DJ に関するものなんですかね。でね、あともう一つ紹介したいのは、よくコラージュでねよく出てくるんですけども、ほらここに何かペタッと貼ってあるでしょ。なんだろう。塗ってありますけど、これ何だと思います？皆さんもちょっと考えてみてね。アフリカのなんか民族っぽい色合いですね。アフリカの民族っぽいですよね。これ何の形に見えますか？これは虫ですか？虫じゃないですね。これこれはね、顔じゃないです。何か丸くなってで先端にプツッとなんか突起がありますけど、胸ですか？これ女性の胸なんですよ。なるほど。これねストリートアーティストで、アントララ・リュっていうねストリートアーティスト、女性のストリートアーティストです。自分の胸をかたどって、でそれを石膏で固め、石膏の作品いっぱい作り、これをね街中に貼るっていうようなアーティストなんですよ。この人はねパリの至る所にあるんですけども、結構ね目立たないところにあるので気づかずに行ってしまうことが多い。なるほど。ですから私たちのね歩いている中でもしかしたらまた出てくるかもしれませんね。これは YouTube 的に規約違反とかには規約違反になるかな。やばい。大丈夫。ちょっとモザイクをかけてもらって。なるほど。ということでね、このベルヴィルっていうところが非常にストリートアートだとか、あとはね庶民的な界隈みたいなところと非常に混じってるっていう話をしたんだけども、中山さん、この机の上にね、なんかいろいろイラストあって、この顔誰だろう。誰ですかね。誰だろうね。ジル・ドゥルズわかんない。ジュリアン・ラクロワかもしれない。ジュリアン・ラクロワかな。ちょっとこれはなんかここのカフェもちょっとストリートアートとね関わり合いがあるような感じになってるんだけど、カラフルで、ここではねそのスラム大会っていうのがやられてるみたいですよ。スラムっていうのはラップなんですけど、そのラップの音楽がないバージョンっていうのかな、その韻を踏んで詩を読むっていうような感じなんですけど、ラップ練習したとかしてないとか。ラップを練習したとかしてないとか。私ですか？はい。ちょっとラッパーの格好だけしてます。先ほどのねそのカフェがここにあって、そしてその隣がですね、ここなんですが、ここがねスラム大会をやる事務所になってるんですよ。で、このねスラム大会ね、これ2021って書いてあるんだけども、これねフランス大会もあるし、例えばこれがフランス大会になっていて、ナショナルって書いてあるでしょ。グランスラムナショナルでね、これクップ・ドゥ・モンドっていうのがあります。ワールドカップスラムの。でそうするとほらこれロシアだとかエコスだからイングランドじゃなくてスコットランド、でコートジボワール、アングルテラ、イングランド、イタリア、モロッコとかね、いろんなところから参戦していて、なんとほらここ見てください。ジャポン。
君市川さん。君市川さん、82.9ポイント。これ何語でやるんですか？いや、それ僕もねちょっと気になっていて、これフランス語だったら相当ハンディありますよね。だから世界大会は多分自分の言葉でやるんじゃないかなとは思ってるんですけど。もしくは英語とか？ああ、中間取って、じゃあアメリカ人有利だよね。そうね、なんかここにソビエトの旗っぽい。やっぱりなんかその社会主義とか、そういうものと関係あるのかもしれないですね。やっぱりそのヒップホップカルチャーみたいなものって、グラフィティっていうものもあったり、あとはブレイクダンスみたいなものもあったり、そしてこのスラムみたいなもの、そういうものも非常に混じり合っている文化だと思うので、普通ハンマーと鎌ですよね。それがハンマーと羽になってますね。筆だ。じゃだからペンは、銃より強しみたいな感じなんですか。だからここも羽になってるんだ。羽になってて、しかも上を見てください。歴代のパリコミューンの右から2人目はルイズ・ミシェル。Bonjour. Oui, c'est. On est. Vous êtes quelqu'un d'ici? Oui, oui, oui. Vous vendez la caméra? 50 € pour la caméra? Non, on ne vend pas. 75. Final. Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, très bien. Vous êtes quelqu'un d'ici? Donc, oui, oui, oui. On a vu tout à l'heure que c'est le slam. Oui, d'accord. C'est bien. Donc, vous organisez Coupe du Monde de Slam? Oui, oui, oui. Alors, il y a 3 choses, parce que c'est un festival. Donc, il y a la Coupe du Monde. Il y a donc, le Coupe du Monde avec il y a 21 poètes du monde. Il y a ensuite la Slam nationale de France. Et il y a une troisième chose, les événements poétiques. Poétique? Oui, poétique. Tout est poésie. Voilà. Il y a 3 choses. Coupe du Monde, Slam national de la France. Et Coupe du Monde, il y a donc plusieurs gens de nationalités différentes. Ça, oui. Et ils présentent leur poésie à leur langue? Oui, oui, c'est ça. Et derrière, il y a un écran avec traduction en français et traduction en anglais. D'accord. Donc il y a quoi? Il y a Italie, Israël, Japon, Mali. Oui, Haïti, j'ai vu quelque part. Voilà, oui. Et comment? C'est quoi la différence entre slam et rap? Alors slam, je dirais peut-être dans la forme, il n'y a peut-être pas grand-chose qui donc ça se rassemble beaucoup. Ça se rassemble, pourquoi pas. Oui, rap c'est plutôt avec la musique. Slam c'est alors il y a l'écriture, voilà, et la performance, voilà, et la prononciation, la parole comme ça. Mais aussi slam en fait c'est jugé. Il y a des c'est un Coupe du Monde. C'est un compétition. C'est une compétition, voilà. Avec des points, on montre. C'est pour ça il y a des. C'est ça, oui. Des scores. Scores, voilà. Là, c'est les demi-finales, finales. Voilà. Et l'année dernière, qui était le premier? L'année dernière, quel pays était le premier? Attends, je vais demander. ちょっとね急に、まるで仕込みのようにまるで仕込みのように誰か出てきましたが一切これ全く仕込みなしですね。長回し一本取りですからね。Alors c'est l'italien. Italien. Mais moi je dois aller travailler. Ok, très bien. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Junji. Junji. Et toi? Et spectateur japonais. Spectateur japonais. Et c'est pourquoi ça? C'est YouTube. YouTube. Quelle chaîne? On y va. On y va. On y va. D'accord, très bien. Merci. On y va. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ということでね、こんなスラムの事務所の人でしたね。はい。ですね。だからこうね、ボブ・ディランとかもいますよ。ボブ・ディランいるのどこ？真ん中？ランボーの2つ左。顔半分黒くなってる。そうなんだ。かっこいいね、ボブ・ディランって。あれトランペット吹いてんのってあれじゃないの？交通事故に遭っちゃった人。なんだっけ？あれは。これだけだとわかんないな。なるほど。まあ英雄が
いわゆる載ってるってわけですね。進んでいきましょうか。ですからね、こういうベルヴィルストリートアート有名っていうだけじゃなくてですね、こういうふうななんていうのかな、そのスラムっていう文化もありますよみたいなで世界大会とかも行っているんですね。で先ほどそのベルヴィルっていうのは家賃が安くてそして物価も低かったので移民の人たちがたくさん来てるっていうね話をしましたけど、ここはね教会になっていて、これプロテスタントの教会なんですけども、このねプロテスタントの教会でもやっぱり移民の人たちがねたくさんいるので、自分たちの国の言葉でミサをやるような場所でもあるんです。ちょっとねこちら側見てください。ここにさいろいろとプログラムがあるんだけど、まずは、キュルト・フォンセ、つまりこれフランス語でやっているのが、火曜日の20時から、でカビール、これあれですね、アルジェリアの北部の、言葉ですけども、これが土曜日の15時で、またフランス語で最後キュルト・シノワ、だから中国語でもこういうところでミサをやってるんですよね。日曜日の16時って書いてあります。ですからこのやっぱり異文化の交差点と言われている。異文化のまさに交差点ですよね。いろんなねその国の人たちが自分たちの文化背景というか言葉などで、こういう宗教的なものをできるっていうような。これ面白いですね。このなんだバイブルがなんて書いてあります？ラソネサント違うラサントビーブルソネレ下なんだボリキルチュ違う何書いてある？わかんないエドリソネレいいエクリチューだエクリチューエクリチューがソネレエクリチューソンデじゃない？ソンジュビーブルソンデだソンデ、ソンデってどういう意味？わかんない。わかんないね。ちょっとこれは後で調べて。ソンデってあれかな、なんかその熟考するとかよく考えるってことかな。そうだね。なんか聖なる聖書、そしてその聖なるエクリチューだからその文章をよく考えなさいって意味かもしれないな。まさにねちょっとプロテスタント的ですね。プロテスタントとカトリックの大きな違いっていうのは、カトリックっていうのはその聖書をずっと翻訳しなかった流れですよね。はい、ルサージュというね、ルサージュ通りっていうところに入っていきましょう。小道です。はい、再びねこのような丘をずっと下っておりますけども、ベルヴィル通りとねちょうど並行している、小道の丘をずっと下っているんですけども、ベルヴィル通りはね、中華系のお店だとかアルジェリア系のチュニジア系のお店とかいっぱい並んでいるところですが、ここに一本入ってくるとこのようなすごい庶民的な路地になっています。でそのカトリックとプロテスタントの大きな違いっていうのは、カトリックはその信者と神の間に教会が入るんですよね。聖職者っていう人たちが入る。でその聖職者たちがその神と信者たちのその仲介役をするっていう意味ですごいその仲介者たちが非常に大きな力を持つ、流れでもあるんですよ。一方プロテスタントっていうのはそういう仲介者っていう人が入ることによって、ちょっと思想が歪む可能性がある。例えばそれが一つが免罪符とかじゃないかっていう話で、ですからできるだけ聖書っていうものをつないで信者と神をそのままつなごうっていうのがプロテスタントの流れなんですよね。ですからプロテスタントの人たちはできるだけね聖書を読み込むということが中心となって、ですから、それまでねラテン語しかなかった聖書をいち早く訳すような流れになったのがプロテスタントの人たちですよね。はい、ここにねまたねフェンスっていうのこれシャッターにね、ストリートアートがありますけど、なんか面白いですね、お化けみたいな感じでここにねストリートアーティストはよく自分の、ニックネームというかアーティストネームを書くんですけど、ヨッシュっていう人ですね。ヨッシュさんでこのねヨッシュっていう人も結構これからいろいろ出てくるんですよ。しかし一つのねこういうふうにしてなんか同じ絵柄だなみたいな人をですね追っかけていくと結構ストリートアーティスト
学び取ること覚えることができるって感じなんですが、さあ今ね私たちのこの右側ねこれ小学校なんですよね。で今ねジョクティール通りというところに来ました。今ねカメラにはちょっと映せないんですけど、カメラの後ろに小学生たちがサリューサリューファンの方ですね。で、カメラの後ろには小学生たちがずらっと並んで私たちを冷やかしているんだけど、はい、ベルビルのストリートアートっていうのがね非常に盛んだっていう話をしたんだけど、まさにねそういうものはこの学校のファッサードにも生かされているっていうことなんですよね。小学校ってことですか？そう、これね後ろにあるのは小学校なんですよ。でこれ小学校の校舎に描かれているストリートアートと、そしてこの外壁っていうの壁に描かれているストリートアート、ちょっと皆さん見比べてみてください。なんか違い分かります？ちょっと離れますね。こうさんどう？校舎に描かれているのと壁に描かれてある。見比べて、同じスタイルだけどさ、なんかちょっと違うと思わない？下の方は、なんかね荒いそうなんだよ。例えばなんかこの辺だとかちょっとね、歪んでるんだよね。そうでなんでかっていうと実はねこの下はストリートアーティストとここの学校の生徒たちで描いたものなんですよ。でこの生徒たちのそのチーム名がねここにあるんだけどトクチユチーム、これトクチユ通りなんでトクチユチームっていう名前を付けてるんだけども、つまりここの学校の生徒たちとストリートアーティストたちっていうのがコラボレーションしながら自分たちの学校の壁画作ってるんですよね。なるほど。つまりねこれね一つのねストリートアートの教育なんですよ。このベルビルっていうところは非常にストリートアートが盛んなところで、そういうものをですねその自分たちの界隈が持っている一つの文化として子どもたちに教えて実践させているんですよね。ですからもちろんねこういうものはそのなんていうのもちろん許可を取ってで自分たちを率先的にで自分たちが一つのなんていうのその作者となってやっているんだけど、やっぱりねその時に重要なのがこの界隈が持っている文化、そういうものをリスペクトすることですよね。あるいはここの持っている歴史、そしてこの例えば校舎の建物の所有者である人たちの対するリスペクト、そして今度はそのアーティストに対するリスペクト、いろんな双方向のリスペクトというのが必要なんだけど、まさに重要なキーワードがレスペクト、って書いてありますよね。まさにねこのようなストリートアートって単なる落書きだからこういうものいけないっていうふうにね抑圧すると余計やられてしまうっていうような、状況がありますんで、なんかここが持っている文化っていうものを自分たちの表現に昇華しながらねこのような一緒にやっていくっていうものが非常にやっぱりこういうベルビルっていうところでは重要になってくるっていうか、それがね一つの、ベルビルのスタイルになっているっていう感じですね。おおらかでいいですね。これね非常にやっぱりベルビルの子たちっていうのがそのストリートアートに自分たちも一つの役者として、作者として参加してるっていうのはすごい面白いことだなと思いますね。でねあれ定期的に変わるんですって。じゃあ年ごとに変わるとか、そういう感じなのかな。だから私たちの代はこれだったみたいな感じで卒業アルバムじゃないですけど、この儚さがいいですね。そう FNF っていう、すぐ消えてしまう永遠に残るものではないっていうのが一つのストリートアーティストの面白さですね。これさっきの、何さんでしたっけ？わかりました。ヨッシュさんっていうさっきのねアートですよ。でここはね最近できたカフェみたいですよ。おしゃれですね。でこの最近できたカフェだと結構綺麗なんでまだ落書きないじゃないですか。けどこれねそのままにしとくと落書きとかされちゃうんだけども、それの一つの対策としてもうねそう先に書いちゃうわけ。で先に書いちゃうのでも結構名前の知られたアーティストに頼んでおくと、結構上から書きづらいという。なるほど。これがね一つねベルビルの新しい店を出す時のなんていうのかな一つのテクニックみたいですよ。おしゃれなカフェでムックさん。ただねこれがねいつまでこのような綺麗な状態であるかっていうのは保証できないみたいな感じですよね。
はい、はい、ということでね、もう一回私たちの目の前にはベルヴィル通りが出てきましたね。ベルヴィル通り、私たちがずっと降りてきたベルヴィル通りですが、もう一度ねそこに戻りながら今度は中華街ね、のような場所を見ていきましょう。ベルヴィルというと中華街っていうねイメージがあるんだけども、ここは中華だけではなくて、先ほども言ったように家賃が低かった、そして職人たちとか労働者の界隈だったので移民が非常に入りやすかったと言われてるんですよね。ですから例えばなんていうの、靴職人とか手に腕を持っている、そういう人たちっていうのは、鍵屋さんだとかね、技術を持っている人は言葉ができなくても仕事できれば雇ってあげるよみたいな、そういう界隈、そういう雰囲気あったみたいですね。でここがねブランジェって言って、本屋じゃないね、パン屋さんになっているんですが、アクティザンブランジェ、はい、でねここもねこのずらっと見えるかな、反射して見にくいかもしれないんだけど、向こう側に並んでいるのがパンと同時にガトー・オリオントといってですね、オリエンタルなお菓子なんです。これマグレブっていうんですが、アフリカのね北にありますアルジェリアだとかモロッコだとかチュニジア、その辺の界隈をマグレブって言うんだけども、そのマグレブで食べられているお菓子なんかを買うことができるパン屋さんですね。あれ、それもしかしてこの前のツアーでマクルドっていうね、なんだっけ、クスクスに使う小麦のやつ、セモリナスムール、日本語だとセモリナって言って、フランス語だとスムールって言うんですけど、よくクスクスなんかに使うやつ、それをねお菓子として固めているものをね、この前のオニバで紹介したんだけど、まさにそのオニバで、紹介したお菓子を買ったのが向こうでございます。はい、中村さん、このお店もしかして、はい、ここ先日打ち上げで行ったところじゃないですか。そうなんですよ、はい、温州正宗天津と書いてありますけど、ここがですねシェ・アレックスという名前がついている中華レストランで、ここね非常に、美味しいと言われる有名店ですね。いや、美味しいですよね。これ東京カレンダーっていう日本の雑誌でも紹介されているところなんですよ。はい、ウェンツーって言って、暖かい州と書いて温州、これ雲州って読むのかな。でこのね地域の料理を扱っている中華料理店で、非常にね美味しいと評判のところです。ここ私たちもリーズナブル、安いんだよね。そうこれうどんみたいなね、きしめんみたいなものがある、うどんを食べたり、あとはこの前回オニバをやった時の打ち上げでね、いろんなこの一品料理、麻婆豆腐だとかさ、あとこれきのこが入っている炒め物だとか、あと空心菜炒め。そうで、ここはですね、僕が学生時代よく通ってたところで、おすすめはね、これじゃない、うどん、そうぬい湯、美味しいおうどんが食べられる場所なんですね。なんかきしめんみたいな感じですよね。そうでこの上にね、これは今北京ダックが乗ってるけど、その角煮みたいなのもゴロゴロと入ってるやつもあってね、はい、すごい美味しくてリーズナブル、ね、値段とか見ても5.9ユーロ、5.9ユーロ。これが炒め物で、その下がどの辺だろう。だからおうどんなんかは確か 6.9 とかそのぐらいだったよね。そうだね、10ユーロ以下で食べられるようなところだよね。チャーハンとかもあります。はい、チャーハン 5.5 だもん。安い、結構大きいんだよね。で先ほど雲州っていう話があったんだけども、この辺ねよく見てみると雲州のお店っていうのがいっぱいあるんですよね。雲州っていうのはね、中国の、上海の近くにある港町らしいです。でその雲州の人たちっていうのはものすごくビジネスに長けていて、もちろん上海でおそらく貿易なんかによく絡んでいた人たちなんでしょう。ですからその人たちはね非常にビジネスに長けていたので、中国のユダヤ人なんかと呼ばれるぐらいね、そのグループで結束しながらビジネスを盛り上げていくっていうような人たちなんですよね。
でね、ここにもね、お店が出てくる。これ面白いんですよ。これね、ウェディングケーキ屋さんになってんですよ。こんなね、ウェディングケーキはこういうところで買えるという感じなんですけども、ここはね、これと同時にね、ロールケーキなんかも売っていて、非常にね、美味しいんですよ。それもね、実はこんなところもおすすめの名店の一つでございます。はい、今日ね、残念ながら閉まってるんですけど、ここにまたほら、雲州って書いてあるでしょ。雲州美食って書いてあるじゃないですか。雲州料理、こういったところにも出てきています。で、今度その隣、はい、もう一回またレストラン出てきましたけど、ここまでほらまた雲州って書いてあるでしょ。だからこの雲州の人たちっていうのは、そのグループを作りながらこの辺の界隈を一つのコミュニティとして盛り上げている人たちっていう感じですね。でもうね、2代目とかに入ってるんですって。何年頃からここに中国人とか、いろんな国の人が集まってきたんですか？もう一回言って。何年ぐらいからここに移民の方が集まってきたんですか？20世紀半ばぐらいだったんじゃないかなと思いますね。中国人が入ってきたのっていうのはわりかし後の方って言われていて、まずここに入ってきたのはその大戦だとか第一次世界大戦の時のナチスから逃げてきたユダヤ系の人たちだったみたいですね。ですからポーランド系の人たちとかそういう人たちが入ってきて、でその後そのアルジェリア系だとかそういう人たちが入ってきて、でさらに中国人たちが入ってきた。だからそのね、時代、戦争なんかの時代とかに関わり合いながらその逃げてきた人たちとか迫害されてきた人っていうのが入ってきて、で中国人たちはここにビジネスチャンスがあると思って入ってきた人たちが多いっていうことです。第二次世界大戦後って感じですね。第二次世界大戦後。第二次世界大戦後ですね。さあここではですね、デノワイエ通りというところに入ってきて、ここがベルヴィルの言ってみればストリートアートの聖地と言われているところですね。ストリートアートだらけで。はい。で今ね、皆さんに見ていただいているこっちの壁っていうのは誰でも描いていいよみたいになっているところらしいです。ですからちょっとストリートアート始めてみようかなみたいな人はね、こういったところから練習しに来るっていうね、初心者用デビュタン用っていうふうに言われていいですね、こういう街の試みというか。で、ね、今度左側なんですけど、これね去年作られたクレッシュといって幼稚園託児所、なんだけども、去年作られた割にはもうかなりねストリートアートに侵食されてしまっているっていう感じになってますね。すごい幼稚園です。すごい幼稚園。こんなところに行ったらね、なんかすごい子供モヒカンとかの子供になってしまいそうだっていう感じがするんだけども。ただね、この場所っていうのはもともと非常にベルヴィルっていうところはストリートアートが盛んなところで、パリ市としてもやっぱりそういうものを抑圧しちゃうとどんどんその犯行として犯行のシンボルとして増えていってしまうので、ガス抜きみたいな感じで共存っていう感じで、じゃあここやストリートアートやっていいですよっていうようなところをいくつか設けていたようです。でね、そこで活躍した一人がこのペドロっていう人で、ペドロさん、はい、この人はね、ここに上にもペドロのね、イメージがありますけど、ここでずっと自分のアトリエを持ってストリートアーティストとして活躍した人でもあって、ストリートアートを一つの芸術として、盛り上げていった一人ですね。ですからこのベルヴィルのねストリートアーティストの立役者の一人なんですけども、去年コロナでこのペドロさん亡くなってしまったらしくて、でこのですねアトリエっていうのがちょうどペドロさんのアトリエだったんですよね。今ではね、そのアソシエーションがこの場所を維持しているそうなんですけども、一番上にねペドロケルウーブルエティーヌ、あなたはなんて作品なんだってね、でペドロさんのねその合言葉というかね、そのメッセージがここにあって、フィッシュヌラテ、もうほっといてくれってやつですね。大人たち、私たちを幸せにしてくれ、私たちをなんていうの、私たちにうるさく言ってこないでくれっていうね、好きなようにさせてくれっていう感じ。なるほど。
で、彼がねその、中心的な人物となってストリートアートみたいなものをね、ここで盛り上げていって、そしてここが一種のストリートアートの、ベルビルの中では聖地になっていたんですけども、やっぱねこの辺も少しずつその都市開発みたいなものがもう一度起こってきて、少しずつね、ストリートアートも駆逐されている流れになっています。やっぱりそういう時代の流れみたいなのも見えますね。で、新しいね建物っていうのは大体ガラス張りになってるんですよ。今大きくガラスが見えてるところ、あそこ今市民プールになっているんですが、やっぱ市民プールみたいなところはストリートアートがね描かれてもすぐに消せるようにガラス張りになったりしている場所なんですね。はい、ではね今度こちら側回っていきましょうか。レモン通りというところ。ここもねデノワイエ通りからすぐ入ったところなんで、非常にストリートアートが盛んなところでもあるんですけども、さあ今度ねこちら見てください。こちらのストリートアート、そうそう、これね猫じゃなくてねウサギなんですよ。ウサギなんだ。そう、ウサギが見つめ合って鼻をくっつけ合ってね、ちょっと愛情というか友情というかね、そんな感じの作品になっているんですけど、この人はねここにちょっと半分消えてしまってるんだけど、バーンズという人で、ペルーかな、ペルー出身のストリートアーティストで、この、ね、パリに壁画を残しています。結構ね古いものなんですが、このよくねウサギちゃんがなんかその仲良くしてるっていうようなモチーフでよくアートを描いている人でもあって、このねアーティストはそう面白いんだけども、これ自分がこれを描くときに若いアーティストたちを一緒に連れてきて一緒にコラボしようって言ったんですよ。ですからねこれコラボ作品になってるんですね。どこに他のアーティストの作品があるかって分かります？タトゥーの部分じゃないですか。その通り。このねウサギの腕の部分っていうのはもともと何も書いてなかったんだけども、一緒に書こうぜコラボしようぜって言って賛同した人たちが自分のタグというんですけど、このねサインをしていくっていうことなんです。そしてねもう一つコラボしてあるんですよ。どこだと思います？もう一つコラボあります。よーく見るとコラボがわかる。よく見るとそれもね有名な人です。結構フェミニストっていう感じの人で、芸術史の中で女性があんまり活躍していなかったので、非常に女性的なものをですねそのコラージュしながら活躍しているストリートアーティストなんですけど、さっきの胸の人じゃなくて、さっきの胸の人どこにあるか分かります？胸じゃないの？そこじゃないです。そこじゃない。もっと下見て下。下ですか？見つけた？見つかんない。ここです。はい、ここにねアントカラルって言って道の中に入るというね、なるほど、そういう名前がついているストリートアーティストの女性がね、ここでもちょっとしたコラボをしています。こんな感じでストリートアートっていうのはですね、そのよく全部消しちゃってその上から自分のタグをやって縄張り争いみたいなね、そういう争いもあるそうなんですけどもね、むしろそのストリートアーティスト同士で、その友情を確かめ合ってお互いにストリートアートを盛り上げていこうよみたいなものもやっぱあるわけですよね。まさにウサギとウサギが見つめ合って友情を確かめ合っていたようにですね、ストリートアーティストたちもまたそこでね、友情を確かめ合っていたという感じがありましたね。はい、目の前これ今ね、ベルビル大通り、先ほどずっと丘を降りてきたのはベルビル通り、今はベルビル大通りにいますけども、これ火曜日と金曜日だったっけな、今日火曜日のまだ午前12時過ぎたあたり、何時だっけな1時なんですけども、今ねちょうどこのようにマルシェがやってますね。はい、でマルシェずっとこれベルビル通りを続いているんですけど、このね今皆さんが見ている方向、これベルビル大通りをずっと行くと、ここはねチュニジアの店なんかがいっぱい並んでいる場所に行きます。はい、どうしましょうか。ここ渡って中入って、そうですね、マルシェちょっと歩いてみましょう。歩いてみようか。やっぱりここもですね、やっぱベルビルのマルシェだけあって、その国際色すごい豊かだと思いますよ。
すごいね、盛り上がってます。だからもう大変だ。バザーって感じですね。はい、ゆっくりは見てられませんね。すごいよ。すごい活気です。なんか野菜だとか果物だとか、あとおもちゃだとか、でやっぱここに歩っている人たちっていうのが私たちのイメージする、まあ、フランス人じゃないよね僕のイメージするフランス人って本当にこういう多様な人たちなんだけども、メトロポリタンですからね、パリは。非常にメトロポリタンっていうのが今でも続いているのが分かりますよね。すごい人ですね。ポルトガル産のみかんが2キロで1ユーロ50だよって言ってる。安いよめちゃくちゃ安い、大渋滞だ。通れないですね。雑貨屋さんみたいなのもありますよ。はい。コウさん大丈夫かな？大丈夫です。なんかすごいよね。その、まさにちょっと北アフリカあたりの市場っていう感じがしますよ。はい、ベルビル通りのマルシェを見ていただいてますけども。まあね、売ってるものっていうのは結構他のマルシェとそこまで変わらないと思うんですけど、品物としてはね。けど売ってる人とか買ってる人の感じがやっぱり違うよね。すごい活気です。活気あふれてる。人が多い。すごいね、いろんな国の言葉が聞こえてくる感じがありますけど、はい。ということでね、今ちょうどこのベルビル通りを抜けてきました。そして今度はね、今ちょうど私たちはピレネっていう駅から出発しましたけども、今ね、私たちの斜め前、今ベルビルっていう地下鉄の駅が見えてきました。はい、ベルビルというとこの地下鉄をイメージする方多いと思うんだけども、実はねこれ丘の下ですね。ベルビル駅の本当に端っこの丘の下、はい、にある。でこのままねベルビル大通りをまっすぐ行くとレプブリックってところに行くんですけども、ちょっとねこれ後ろ見てください。皆さんの後ろを見てみると、はい、今度ねここにフォーと書いてありますよ。コウさんフォー好きですか？大好きです。ここもよく行ってましたよ。あ、ここもよく行ってた？ここじゃなくてね、もうちょい先にあるところによく行ってて、フォーがいっぱいあるんですよね。フォーのお店が。フォーってここにちょっとあるんだけども、なんかそのなんだっけ？米粉の麺。そう、ライスヌードルですよね。でフォーってどれぐらいから食べられてるものって知ってます？ちなみにここフォーっていうとベトナムの名物なんですけど。どれくらいでいつの時代から食べられてる食べ物かって知ってます？知らない。19世紀とか20世紀なんだって。あ、最近なんだ。実は最近らしいんですよ。なるほど。で何をきっかけで食べられるようになったか、これもいろんな説があるんですけど、一つの説はこれ、ベトナムは19世紀の後半からフランスの植民地になるんですけど、フランスの植民地になってからフォーを食べ始めたっていうらしいんですよ。一つの説としてね、また確立はされてないみたいなんですけど。じゃあフランス料理といっても、フォーってある有名なフランスの料理から来てるんですけど、ちょっとね進んでいきましょうか。ちょっとね、僕ねおすすめをね紹介したいんですよ。ああ、お願いします。この隣にフォーソテーっていう、これ？はい。フォーソテーってソテーってなんだ？炒めるとかそういう、ね、意味なんですけど、これがすごく美味しい。へえ、辛いんですかこれ？担々麺っぽい感じのフォーなんですよ。
美味しそう。すごい美味しい。約12ユーロだから1300円ぐらい。これはね、日本の皆さんもすごい好きな味だと思いますよ。あと僕ね、日本いる時知らなかったんだけど、これボーブンっていうのもすごいフランスで人気だよね。そう、ボーブン。どっちかというとカンボジア系の料理なんじゃないかな。あ、そうなんですか。へえ。どっちだったっけな。フォーってベトナムの北の料理らしい。で、ボーブンは南なのかな。ここはまた編集で。で、フランスがその植民地にして、フランスがねいろいろベトナムに入ってきてからフランスの料理とかとその混じり合いながらフォーが生まれたって言われてるんですけど、じゃあ行きましょう。フォーっていう名前もあるフランス料理から来たって言われてるんですよ。何だと思います？フォンデュ。あ、近いね。フォンドボー。フォトフ。ポトフ、から来たんじゃないかっていうふうに言われていて、ポトフっていうのは、まあ、いわゆるフランスの鍋料理ですね。ポっていうのは鍋でしょ。で、オフで火にかける。だから鍋を火にかけるって言って、そこにいろんな肉だとかそういうものをいっぱい入れる料理なんだけども、そのポトフから来てんではないか言われてるんですけど、でもう一つね、パンダちゃんがいますけども、もう一つベトナムでぜひね紹介したい料理っていうのがありまして、それはフランスの名物といったらこれはもうパンですよ。ですからフランスの植民地になった時にフランス人たちがたくさんベトナムに行って、そこでフランスのコックたちも行くんですよね。でそこでフランスパンっていうのが広がっていくんだけども、そのフランスパンを使ってですね、そこにベトナム的なものを入れるっていうサンドイッチがまた流行るんですよ。ベトナムサンドっていうやつですね。ベトナムサンド、これねバンミーっていうものなんですけども、ここに挟んであるのは焼き鳥だとか、あとは牛肉のチャーシューみたいなやつだったり、あとねそこにねこれコリアンダーだとか、あとキャロットハペだから人参を細かく刻んだものだったり、大根を刻んだものだったりして、なんかそういうちょっと正月で食べるナマスでしたっけ、そういったものを挟んでシャキシャキの非常にね香ばしいと同時にパリッサクッとしたようなパンで食べる、このベトナムの美味しいところとフランスの美味しいところがちょうどコラボしたようなもの、そういうものがねこうやって流行っていくんだけども、まさにポールラケがおすすめですよ。ポールラケおすすめ？ポールラケっていうとポールラケはロースト、ポールラケだからローストポーク。なるほどね。ここに書いてある 4.5 ユーロって書いてある。これにちょっとだけソースピーマン、辛いソースをちょっと足すとすごい美味しい。これ非常に美味しいですよね。値段も安いですよね。安いんですよ。1個 4.8 とか。いやけどこれでもね多分すごい上がったんだと思う。上がったと思う。数年で。でその数年前 4,5 年前のねその、10年ぐらい前になるかもしれないな、ガイドブックとか見てるともうね、2.8 ユーロとかあったもん、サンドイッチが。中野さん、ここでそろそろお昼どうですか？お昼食べましょうか。どこで食べます？おすすめはこのタンタン。タンタン？タンタンっていう、フォーのお店なんですけど、いいじゃないですか。ここもすごい美味しいんですよ。マジか。じゃあ先ほどフォーでおすすめのお店って言ったのはここ？そう。いやめちゃくちゃ美味しそう。結構混んでますね。はい。じゃあアリゼ、じゃあちょっと一旦ここでお昼ご飯休憩に入りましょう。トントンにやってまいりました。やってまいりましたよ。トントンって読むのかな、タンタンって読むのかな、わかんないけどメニューがあります。ちょっとメニュー見てみようか。はい。どれどれ？見てほら。小籠包的なものもありますよ。美味しそうですね。これ手で作ってるのかな。これ熱いから気をつけてみたいな感じ。なんかベトナムだけじゃないんですね。そうなんだ。でほらフォーらへんがこの辺でしょ。あるじゃん。ステイだっけ？ちょっと辛そうなやつで、なんか上のこれ今私たち地下の座敷みたいなところにいるんだけども、なんかこれね上はもうほんと満席で、
これねちょっとプレート的なものもすごい美味しそうでしたよ。あとねなんかね、プルプルした餃子じゃないけど、プルプルしたね餃子みたいなの。これじゃない？これクレープドゥリって書いてある。そうこれすごい美味しいね。ライスクレープ。これちょっと食べてみましょう。これちょっと食べてみようか。あとねこれも美味しいの。何これ？これもねラビオリって書いてある。なんかね生春巻きみたいな。米のねプルプルしたね、なんて言うんだろう、プルプルしたあ、この下がさ生春巻きっぽいけど、これとはまた別なんだ。生春巻きとは違う。へえ。ちょっと生春巻きは多分皆さんね、想像つくと思うので、このクレープドゥリしてみましょうか。ちょっとこれ食べてみようか。それと僕はフォーにしようかな。さっきのこのやっぱりフォー辛いやつっていうのをちょっと、フォーソテっていうのを言ってみようかな。カルビクッパみたいな感じかな。いやじゃあ僕は、普通のフォーにしてみます。わかりました。はい、楽しみですね。それではそれを頼んでみましょう。それでは皆さんボナペチ。はい、じゃあ中村さん来ましたね。来ましたね。これ何でしたっけ？何だったっけ？これラビオリでポーバター。バプだからこれちょっとプルプルな感じなんだね。そう、多分米粉の、皮を蒸したやつですね。こういうなんかこういう野菜と、これがラビオリのやつとなんだっけこれ魚肉ソーセージみたいなスパムっぽい感じのねものがある。これ全部重ねて食べるんですか？重ねて食べてもいいし、すごい柔らかい。初めにこのプルプルだけいってみる。でソースがあるんですけど、これお酢みたいなソースなのかな。ちょっと酸っぱい感じの。すごい汚くてごめんなさい。いただきます。プルプル。美味しいでしょ？美味しい。あったかい。このプルプル感とあったかい。中にはなんかひき肉みたいのが入ってて、で美味しいですね。ちょっとこれ混ぜて食べてみようか。野菜とかとでざっくりと落ちちゃったはい、中村さんアントレ2つ目来ましたよ。2品目いきますか。これなんだったっけ？クレープドクルベット。エビのクレープってことじゃないですか。エビのクレープです。なんかさっきと同じようにちょっとプルプルって感じですね。でなんだろうこれ醤油みたいなものに使ってますけど、じゃあちょっといただきましょう。はい。湯気出てるじゃん。崩れちゃうかも。エビが出てる。いや崩しちゃっていいんじゃない？食べ方汚いよって。エビが全部出てしまったような気がするけど。ちょっと小さく切って、でエビと一緒に食べるって感じにしましょうか。でもう一回ソースつけてみようかな。こんな感じで。はい。じゃあいただきます。どんな感じ？なんかね、ソースはちょっと焼き鳥ソースっぽい感じ。醤油ベースなんだけど甘くて、でエビはなんかその焼いたエビみたいな感じだね。でその周りにふわふわっとしたちょっとプルプルっとしたこのクレープみたいなものが乗ってて、食感的にも美味しいし、あとちょっとあったかい感じで、あったまるって感じですね。美味しいこれも。セボン。これも正解だった。じゃあ中村さん来ました。メインの4ですよ。来ましたよ。僕のすごい辛そうなんだけど。じゃあちょっとこれがねノーマルの4スペシャルって言います。だからスペシャルっていうのはどういうことかっていうと、肉団子や牛肉、そしてトリップって言ってなんだろう、ホルモン系だね。ホルモン系がいっぱい乗って、要はいろんな種類の肉が入ってるっていうのがスペシャルです。ちなみにさ、だから19世紀にその西洋列強に植民地になる前は牛肉食べる習慣なかったみたいですね、ベトナムで。なるほど。牛肉とかが入ってる料理っていうのも、そういう植民地以降出てくるみたいですよ。で中村さんのが、ここでも一緒だね。だから団子とかこういう牛肉かとかが入ってるって感じですね。でね、こんな薬味が来てんだけど、これ入れていくわけ？これをね、入れていくんですよ。まずはね、
まずはね、もやしをもさっと入れてください。もやしもさっといく、もやしをこれ冷たいね、生だね、そう生もやし、これをここでちょっと温めるっていう感じ。なるほどね、で他にミントとかレモングラスとかが入ってるんですが、それをまずちぎる。こういう感じで、ちぎった方が香りが出るみたいな。そう、ちぎって入れる感じ。はい、入れた。で、ミントも入れればいいよね。で辛いのが好きな人は、唐辛子。唐辛子さ、これあれだね、乾燥させてるやつじゃなくてさ、これ生唐辛子のやつだね。これね、すごい辛いんで、めちゃくちゃ辛い。ちょっと1個で十分。1個2個ついちゃったけど、ちょっとこれ入れてみようかな。こんな感じ。だからしばらく浸して抜いちゃってもいいよ。なるほどね。僕ね、結構辛いの好きだとかと思ってね、これ結構ガンガン入れてたらすごいことになっちゃうね、じゃあね。そうでレモン、そう最後レモンをちょっとかけて、レンズに入らないようにね、しないといけないけど、はい、ギュッといきました。はいはい、こんな感じ。で、あとはお好みでこの味噌があるんですよ。はいはい、あったあったあった。この味噌がすごく美味しいので、ちょっとこれも辛い味噌なのかな、甘辛味噌みたいな感じ。甘辛味噌でもそんな辛くないから大丈夫。ちょっとね、甘い味噌だね。だから辛みは本当唐辛子を付け足して足すっていう感じ。なるほどね。じゃあ僕いただくね。はい。これほら、ライスヌードル、透明のちょっときしめんみたいなやつ。なんか音立てちゃいけないらしいんだけど。美味しいでしょ。人間シコシコしてて、コシがあって美味しい。で、僕のはやっぱりちょっと辛酸っぱい感じですね。セボン。やっぱこれも美味しいね、セボン。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったよね。やっぱね、コウさんのおすすめしてるとこも外れないっすね。レストランタンタン。レストランタンタン、いや、めちゃくちゃ美味しかったです。だから本当にこういうベルヴィルっていうところは国際色豊かで、そのチュニジア系のパン屋さんがあったり、中華料理店もあるし、こういうベトナム料理店もあるのでね、ぜひベルヴィルなんかを散策するときはちょっとこういうフランス料理以外のねところも冒険してもいいんじゃないかなと思いましたね。はい、とっても美味しかったです。ということで今回この辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひねコメントなどに書いてください。皆様のコメントを読むのを楽しみにしております。ということで今回ベルヴィルを紹介したのは案内役であります私フランスガイド中村と、撮影はイメージクリエイターのこうです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。